はい、今回は、ダブルストロークと呼ばれる奏法の基礎と、その練習方法を紹介していきたいと思います。でダブルストロークとは、片手で2回ずつ交互に叩く、ストロークですけども、これ基本的には、シングルストロークと同じように、ゆっくりですと2打ともダウンストロークを使いますし、で少しテンポを上げていくと1打目はバウンスさせて2打目に止めるという感じで、でこれをもっと速くしていく場合は、1回のストロークで2回打つ感じに変化させていきます。はい、で今回は、初めの基礎ということで、ゆっくり2回ずつ打っていくところをやっていきたいと思います。はい、で、ダブルストロークは、いつ使うのかというのと、そもそも必要なのかというところですけれども、確かにドラムセットでは片手で高速の2打を使わなくても、演奏できる曲だったりフレーズはたくさんありまして、ちょっと試しにダブルを使わないで、叩いてみますと。はい、こんな感じで結構いろいろなことができるんですけれども、じゃあ今度は、ダブルを多用してちょっと叩いてみますと。こんな感じでシングルとダブルを組み合わせることで、フレーズが倍増しますので、ダブルストロークを習得しない手はないと思います。あとはオケとか吹奏楽だったりマーチングのスネアの場合はシングルだけですと、ちょっとこう表現の幅が狭すぎますので、ダブルは必ず必要になってくる手法です。はい、ということで、今回の練習は、ダウンストロークとか、フルストロークを使って叩きますので、跳ね返りのいいパッドを使って練習していくといいと思います。はい、ではまず、止める止めるのダブルストロークで、これは、ダウンストロークを2回ずつ打っていきます。
はい、でこれダウンストロークをしっかりやっていくということなんですけども、意識したいポイントとしましてはスティックをこう握り込んでしまって、手首だけでこう叩いてしまう。これシングルストロークでもそうなんですけれども、この叩き方は、跳ね返らない場所、を叩く時とかに使える手法ですので、これも必要なテクニックなんですけども、今回は、リバウンドを使った手法ですので、打ったら跳ね返して瞬時に低い位置で止めるという、ダウンストロークを2回ずつ打つ、これを、意識していきます。はい、では、これぐらいのテンポで、ちょっとやってみますので、よかったら一緒にやってみてください。はい、交互に叩くときはシングルストロークと同じく、反対の手の動きを、常に意識していくとうまくいくと思います。で、これぐらいのテンポでしたら、8分で考えながらタッ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 タンタ左タンタ右タンタ左右、という感じで、同じテンポの動きをしていくといいと思います。では少しテンポを上げてやってみたいと思います。はい、で今度は、跳ね返して止めるという手法で、
ダブルストロークで一番難しい動きですけれども、この動きが、最も大切になる動きです。で、やり方としましては、フルストロークダウンストローク、フルストロークダウンストローク。でこの時の動きはできるだけ大きな動きを使いながらやっていくといいと思います。それを安定して叩けるようにしていくことで、小さな動きは楽になりますし、ダイナミクスがしっかりとつけられるスティッキングが身についていくと思います。でこれもさっきぐらいの、スローテンポで実践的な動きではないんですけれども、あえてゆっくりと大きな動きの練習をしていきます。はい、では2種類のテンポ続けてやってみたいと思います。はい、では最後に、2打とも跳ね返してこのやり方なんですけども、これはあんまり実践的な動きではないと思いますけれども、ただこの練習はリバウンドを使うっていう意識をしっかりつけるのに役立ちますし、先ほどのフルストロークダウンストロークの、ダウンで、余計な力が入らないようにとか、あとその止めることに意識が行き過ぎて、1打目にちゃんとリバウンドが使えていないとか、そういったしっかりリバウンドを使うという練習としてとても効果的だと思いますので、ぜひ試してみてください。
で、やり方としましては、常に上のポジションから、単純に、フルストロークを2回ずつ打っていきます。でこう上まで戻すということで、アップテンポを目指すというよりは、リバウンドの練習というふうに捉えていくといいと思います。はい、ではこれも2種類のテンポでやってみたいと思います。はい、ダブルストロークでしたけども、ちょっとゆっくりすぎて物足りないかもしれませんけども、基礎固めとして、トライしていただけたらと思います。はい、ダブルストロークの基礎でした。